今回紹介する統率者はヘイザム・ケンウェイ、アサシンクリード収録の青白2色の伝説のクリーチャーです。ヘイザムは2つの能力を持っています。1つは騎士全体を強化する能力、もう1つは場を離れるまでクリーチャー最大3体を追放する能力。この2つの能力が揃っていることで、このデッキの戦い方が自然に決まります。まず騎士を並べれば並べるほど全体強化の効率が上がるため、単体の強さよりも盤面の編成がそのまま戦力になります。そして追放能力によって盤面の脅威を一時的に処理できるため、戦力差を広げるための時間を作ることができます。つまりこの統率者は強い一体で勝つタイプではなく、盤面に展開した戦力を維持しながら差を広げていく構造型の統率者。今回はこの能力の組み合わせを最大限生かすため、騎士の横展開と戦力増幅を軸に構築しています。ではここからは彼自身の視点で見ていきましょう。戦いは前線だけで決まるものではない。まず必要なのは平坦だ。つまりマナ基盤の話だね。マナ基盤は基本的な構成だ。土地の枚数は31枚。騎士テーマが中心のため白の呪文が多い。そのため白が出る土地を優先している。騎士を展開し続けるための基盤というわけだね。そうだな。これに加えて2マナ以下のマナアーティファクトが10枚、類似の役割を果たすカードが1枚入っている。かなり手厚い採用に見えるね。このデッキは4マナ域が特に重要な構成だ。そこに遅れずに到達できることが前提になる。3マナ以上でも2枚採用しているが、こちらは加速というより役割拡張だ。マナを増やすというより盤面を整えるための札だね。その通りだ。総じてこの基盤は基本に忠実なものだ。無理をせず色を揃え、その結果として毎ターン行動が途切れにくい構成になっている。だから戦力が安定して増えていくわけだね。そういうことだ。このデッキにとってはその安定がそのまま前線の圧力につながる。つまりこれは継続して編成を積み上げるタイプのデッキだ。では次にそのマナが何を盤面に並べていくのか、戦力の話に移ろう。クリーチャーの話だね。平坦が整ったなら次は前線だ。このデッキの戦力はいくつかの役割に分かれている。ただ並べるわけじゃないということだね。その通りだ。まず前提としてこのデッキのクリーチャーはほぼ騎士で統一している。ヘイザムの能力に合わせているわけだね。そうだ。騎士全体を強化する能力がある以上、騎士であること自体が戦力効率になる。編成を揃えることがそのまま出力に直結する構造だ。その上でまずは展開役、序盤から盤面に出て数を確保する騎士たちだ。単体で突出して強いわけではないが、編成の基礎になる2マナ域を厚く採用するのがポイントだ。兵の数がそのまま圧力になる構造だね。次が強化役、盤面に並んだ騎士の出力を押し上げる。戦闘を通しやすくする効果もここに含まれる。単体性能が高く編成前提で進化を発揮する騎士もこの枠だ。強い子というより編成の出力を跳ね上げる装置だね。次が維持役、盤面を守り戦力を減らさないのが役割だ。なるほど。ここも戦略上重要層だね。さらにこの編成を拡張する手段として重要なのがコピーだ。伝説でないことを除きコピーするカードによってヘイザム自身や臨機応変に必要な騎士を複製し、盤面の出力そのものを引き上げていく。数を増やすだけでなく強化の層も重ねていくわけだね。そしてこれらのいずれにもアクセスできる補助役もいる。舞台そのものより編成を整える側の役割だね。その通りだ。これらが揃って初めて舞台になる。強い一体ではなく役割が揃った編成が戦力の本体だ。だからこのデッキは見た目以上に盤面の総量で押してくるんだね。そういうことだ。では次にこの編成を支えるリソースの話に移ろう。アドバンテージの話だね。編成が整っても補給が途切れれば前線は止まる。このデッキのアドバンテージは大きく2つの経路に分かれている。戦闘に紐づくものとそれ以外だね。その通りだ。主軸は戦闘を通しているアドバンテージ。騎士が攻撃すること自体が補給線になる構造だ。この戦闘型の中でも役割が分かれる。一つはカードを引くタイプ。攻撃が通るほど手札が増え次の行動につながる。もう一つはクリーチャーを手札に加えるタイプ。編成そのものを直接補充する。資源を増やす経路と部隊を増やす経路が並行しているわけだね。そうだ。どちらも攻撃することを条件にしているため前線の圧力がそのまま補給力に変換される。この構造の中で特に重要なのが
騎士の団結だ。このデッキの編成と最も噛み合い、攻撃と補給を強く結びつける中核の一枚だ。攻めること自体が次の攻めを生むという形になるんだね。その通りだ。そしてもう一つが非戦闘型のアドバンテージ。こちらは盤面状況によらず編成を補助する予備戦だ。戦闘が止まっても補給が完全には途切れない構造だね。主戦は戦闘型、予備戦が非戦闘型。どちらかが機能している限り編成は止まりにくい。補給線が二重になっているわけだね。ただ前線が止まった時の補給線が少し細い印象があるね。鋭いな。構成時の補給は十分だが膠着時の線は補強の余地がある。ここに手を入れるならどんな補給線を足すべきだろうね。諸君の見解を聞きたいところだ。では次にその編成がどう勝利につながるかを見ていこう。このデッキの勝利手段は単純だ。殴って勝つ。それ以外は用意していない。コンボや特殊勝利はないということだね。そうだ。勝ちは常に前線で決まる。鍵になるのはすでに話した編成だ。騎士を揃え、役割を整え、出力を積み上げる。そこにコピーによる効果増幅が重なる。ヘイザム自身や強化能力を持つ騎士を複製することで全体強化の層が増え、盤面の総出力が跳ね上がる。数が増えるだけでなく強化の重なりも増えるわけだね。その通りだ。そしてもう一つ追加ターンが1枚だけ採用されている。これは盤面を一度整えた後に相手に立て直す隙を与えずを仕切るための一押しだ。仕上げの一手という位置づけだね。さらにクリーチャータイプが揃っている利点を生かす札もある。部隊全体の打点を一気に引き上げる効果だ。編成が整った状態でこれが重なると前線は一気に前進する。編成、増幅、一斉構成という流れだね。そういうことだ。このデッキは派手な裏道を持たない。だが編成が完成した時の前進は止めにくい。構造が整った時がそのまま決着の瞬間になるわけだ。最後にこのデッキの弱点について説明しよう。編成で戦う以上弱点もまた構造にある。まずは動きの重さだろうか。そうだ。このデッキは4マナ以上の札がやや多い。マナが伸びなければ展開は鈍る。だから継続してマナが伸びる仕掛けが重要になる。だが構造的な弱点はもう一つある。除去に対してだね。その通りだ。まず単体除去。ヘイザムは盤面の中心だ。落ちるだけで盤面構造が崩れる局面がある。強化の層が減り追放されていたクリーチャーが戻ってくるからね。ここに対する備えの一つが封じ込める僧侶だ。ヘイザムを守れるとも限らない。それでも追放されていたクリーチャーが戻ってくるのは避けたいからだ。崩壊を防ぐというより崩れ方を緩和する方法だね。そして最大の弱点が全除去だ。横並びの編成が消えるだけでなくヘイザムで一時追放していたクリーチャーが全て戻る。盤面差が一気に消えるわけだ。まさにそこが最大の崩れ方だ。これには打ち消しや全体保護で対応する。崩れ方ごとに備えの種類が違うわけだね。そうだ。このデッキは構成が続けば強い。だが崩れ方を理解していないと脆さもまた大きい。強い一体で勝つデッキも多い。だがこのデッキは違う。役割を揃え、編成を整え、その構造そのものを戦力に変える。この力ではなく全体の設計で押すわけだね。そうだ。そしてこの形は盤面が続く限り伸び続ける。だが崩れれば一気に差が消える。扱う側の理解がそのまま強さになるんだね。構造で勝つデッキは構造を理解している者にだけ答えてくれるということだ。このデッキの構造はよくわかった。ではまた次の統率者で。